はい、今日はですね、タミヤさんの新しいバギーですね、ホーネットエボの、走行動画と、あと、ちょっとね、作った感想という形のものをちょっと話していきたいなと思いまして、いつものように新作といえば、サンドさん、よろしくお願いします。はい、サンドさんも、早速作ってもらって、私も昔のね、ボディをそのまま乗せた状態なんで、ボディは新しく作ってないんですけども、エボを作りました。サンドさん的にはあれですかね、いろいろ気になるところもあると思うんですけど、感想的にはどんな感じでしょうか？まあ、よくできたマシンだと思います。よくできた。はい。どういうところが？やっぱり、後ろはやっぱり46に変わってるっていうのが一番いいところじゃないですかね。うん。あと気になる点はありました？作って気になるのは、あえて言うならフロント周りですか。サスアームとか。サスアームとか。私もサンドさんも作ってて気になったのは、サスアームのここですね。こことこっち側かなのサスアーム自体に、パーティングラインが結構あるので、ここのね、シャフトは何もいじらなくていいですよね。いじらなくていいですね。ここはいいんですけど、このサスアームのパーティングラインがちょっと引っかかって、そのまま組むと、ちょっと、渋いような感じがいたしましたので、私の方も若干やったし、サンドさんも結構やったのかな？やりました。はい。で、あとはね、若干やっぱり気になるのは、ここにね、ちょうどビスの、サスのアームにね、ビスをこう突っ込んでるんですけど、だいぶスキットをつけてるせいで、シャーシーの一番下に来てるんですよね。ネジ頭がね。それがね、若干ちょっと気になるかなとは思うんですけど、さっき走ってる感じだとね、ぶつかってるレベルまで行ってないのかなっていうのがありましたんで。あと、メインシャーシのですね、バッテリーのやつも外れないようにこういう形になってましたんで、これはね、昔からここよく走ってると全部ずれてたので。で、後ろの部分に関しても、DT 系のギアボックスに、オリジナルの、サスアーム。これ結構短いですよね。短いですね。ね。結構短くてびっくりしたんだけど、リアはサスアームがオリジナルのやつになってまして、結構短いタイプになってるのかな。で、下側に全部つけて、それをメインシャーシに組み合わせるっていう感じなんで、ここら辺なんかすごいなと思いましたよね。そこちょっと新鮮ですね。作ってて。もともとあるシャーシから後ろがボンって取ってつけたような形にはなってるんだけど、ちゃんと一応しっかりとね、ついていると。で、あと、ノーマルのね、皆さん作って気になると思うんですけど、タイヤ普通につけたらシャフトがこんだけ伸びるんですよね。これ説明書見てもそうなんですけども、ロックナット1個分ぐらいシャフトが出るんですよね。これもしかしたらオプションでついている六角ハブつけれるタイプのやつに合わせるとこれがちょうど良くなるんじゃないかなとは思っております。で、サンドさんあれですか、とりあえず説明書通り以外でやったところってどういうとこですか？部品変えるとしたら、ロットですか？ロットの、なんつうの？アジャストですね。アジャストですね。アジャストがちょっと弱い感じがしたので、交換しました。あれですよね、結構外れやすい場所でもあるから、違うタイプのやつにするだけで全然違いますよね。それ以外はハイトルクサーボセーバーつけましたよね。そうですね。ハイトルクサーブセーバーつけてますね。あとは特にないです。あとはノーマルですね、だいぶ。で、私の方は、私もね、ほとんどノーマル状態でやってまして、オイルダンパー三野さんは、結局何したんでしたっけ？フロントは300番ですね。フロントは300。もともと入ってるのは400でした。はい。で、リアがは600入れてます。600。そして全部3つ穴。3つ穴です。これ説明書通り組むと、ダンパー3つ穴使うんですけども、ちょっと後ろ、やっぱり柔らかい感じがしますよね。で、私の方は、あえて、ノーマルのオイルダンパーというかオイルですね。ちょっとウェイトはいつも私ちょっとつけてるんでウェイトついてますけども、フロントは三つ穴400番そのまんまでやってます。で、後ろに関しては三つ穴じゃなくて一つ穴の400番。こっちの方がね、まだ
いいですね。いい感じになるのかなっていう感じがしますね。高いジャンプ台を走らせるような感じじゃなければ、こんな感じでいいのかなと思います。で、今ね、若干走らした感想的にはどんな感じでした？まあ、あれですよね。よく走る車だと思いますよ。マシン的に。マシン的に全然よく走るマシンだと思います。よく走る。まあ、もともとね、これのこだわりはメインシャーシにホーネット。で、ここがね、やっぱりそのまま使ってるっていうところが大事ですからね。私も一応走らせてもらいまして、まあ、後ろのね、このタイヤ。このタイヤがやっぱり独特の、まあ、要はインナーないスカスカタイヤという形になるんで、ちょっとね、やっぱりね、マイルドな動きをする。そしてこのピンの減り方によって、オーバーステア気味になったりもするかな。で、サスアームが結構長い。フロントめちゃくちゃ長いんですよね。で、フロントが長いので、結構そのタイヤの曖昧も含めて、ちょっとマイルドな感じの車の動きになるのかな。極端な動かし方をしたいとか、小さいコースの場合とかだったら、もうちょっとクイックに動いてほしいかなっていう感じもあるんだけど、まあこれはこのタイヤでね、やるっていう形であれば逆に運転しやすいような感じになっているのかなと思います。で、フロントのここもね、補強というかね、ただ乗せてるだけなんですけど、一応、強化になってんのかな。微妙ですけどね。微妙ですけどね。で、私もハイトルクサーボセーバーにして、長い方のやつの真ん中の、ハイトルクセーバーの長いやつって一番端が外側に出てて、真ん中だけちょっとだけ下がってるんですけど、その下がってるところで合わせております。これに関しては、あれだね。プロボで若干調整できるんだったら問題ないのかなと思います。まあ動かした時にね、写真ちょっと当たったりとかもするんで、長くするといいわけではないっていう感じがいたします。あとはね、グラスホッパーとかもこのビスが全部あるので、そのままつけれるっていう感じだし、サンドさんなんか早速グラスホッパー乗っけるっていう感じで。ちょっと仮に乗せます。仮に。私はとりあえずしばらくね、ボディ、これボロボロボディなんですけど、これでやっていこうかなと思っております。当店では一応、ホーネットエボのワンメイクを行って、できるだけ、初っ端でね、追加で、物が必要にならないような形にしたいと思ってるんで、まあ、ダンパーとかの変更は OK ですけど、まあ、それ以外のね、タミヤの公式で出てるオプションパーツはまああれなんですけど、タイヤだけはね、ちょっとしばらくこっちの普通のノーマルタイヤで、モーターもね、普通のノーマルモーターを使ってという形で、考えております。じゃあ、サンドさん的には、総トータルコメント的にはどんな感じですか？まあ、優秀に入るんじゃないでしょうか。マシン的に。肉のバギーの中でも結構優秀な。優秀な方だと思います。なるほど。そうですね。私はもうとりあえずホーネットのシャーシをね、こう使ってわざわざね、やっているっていうところにすごく、やっぱり、なんていうんですかね、タミヤさんの愛をちょっと感じました。基本的にこれね、別に DT02 に、ホーネットボディとかも乗っけてやってる方もいるんでね、4読っていうか、そういう形はできるんですけども、あえてこのシャーシを使って、まあ本当だったらね、ギアボックスも使ってほしかったけど、そういうわけにもいかないので、まあ本当にシャーシを使って、愛のこもったホーネットエボという形になってるかなと思います。はい、とりあえずファーストインプレッション的にはこんな感じでよろしいですかね。ですね。はい。じゃあこれからね、ある程度煮詰めていって、楽しんでやっていきたいと思います。サンドさんありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ走行動画を撮りたいと思います。小谷さんよろしくお願いします。
OK です。